Please log in. Administrator. Initializing OK. Welcome back, Doctor. 今回の動画はサイドストーリー、出総博会と同時に実装されるオペレーター。ドクター、俺たちの船旅に加わるからには戦場での仕事も受け持ってもらうぞ。舵取りでもやってみるか。これが打輪で右に回せば船が右に、左に回せば左に曲がる。覚えたか。では出発しよう。冗談？いや、至って本気だが。特殊オペレーター、インセイソーンズの紹介及び解説を行っていきます。トゥーナ・デル・ネネ号へようこそ、ドクター。俺はここの船長だ。船の名前は俺がつけたわけじゃない。船員一同の案を箱に集めて副船長のペットに選ばせた結果がこれだ。コードネーム、ソーンズ、本名イシドールは以前はロドスの前線作戦オペレーターだった人物で、現在は実質的にはロドスアイランドからは脱退、独立探検船兼科学考察船兼臨終捕獲船兼貨物船兼海賊船の船長を務め、ロドスアイランドとは医療と物資の提供支援で協力をしており、主にイベリアの裁判所の管轄範囲外へのアクセスの際には彼の力を借りているという状況です。ソーンズが今回の物語にてイベリアに戻ってきた理由は、自身が有する剣術であるデストレッツァをより高みへと昇華させるためでした。デストレッツァはもともとはリーベリの間でのみ実践される剣術であり、レーギルであるソーンズが用いるのは異例。これに関しては彼の幼少期の死だったアウルスの影響を強く受けたためであり、ソーンズはアウルスから教えてもらっていたデストレッツァに自身が作り出す超合毒を合わせることで、剣術を磨き上げ、現在の戦闘方法を生み出しました。しかし、ご存知の通り、アウルスはシーボーンを崇拝する深海教会の司教だったため、もともとソーンズとアウルスは考えの違いはあったものの、裁判所の教会に対する異端審問をきっかけに亀裂は決定的なものに、その後は友人のエリジウムの推薦でロドスに加入することになります。今回のイベント以降、ソーンズは端的に表すと多目的船の船長となったわけですが、ロドスでも散々目にされていた優秀なのに抜けている部分は相変わらずで、深層原質と呼ばれる彼が作り出した錬金物質でトイレの扉を直した結果、彼の心情に反応して深層原質が動き出してしまうため、トイレの扉が急に閉じたり開いたりしたり、危うく船を反対させるようなミスをしてしまった船員には、罰と身体能力の強化を名目として、1日10回のフィットネスを命令し、さらには監視を理由にソーンズ自身もフィットネスに参加すると表明。現在の船の名前は日本語で訳すのであれば、赤ちゃんのゆりかご号なので、船員たちからは極めて不評なわけですが、名前を決める方法が臨終の赤ちゃんに決めさせるという適当っぷり。さらには、名前で暴動が起こりそうなのであれば、自分に報告しろというだけで、名前を変えようとはしないという変なこだわりを見せたり、しょっちゅう錬金術や実験で船を爆破しているようで、その度に船員たちからは呆れられている様子。もはや船長ってどういう存在だったっけと船員に疑問がられているほどのようです。しかし、それでも船員たちがソーンズから離れないのは、深層原質を用いた情報収集能力と得られた情報を解析する知識量でしょう。ソーンズが深層原質を放出すると、空気、海水、生物の血液とあらゆる物質に入り込み、自然の循環に加わった後に彼の腕に戻り、無数の情報を提供します。この際に得られる情報は整然としたものではなく、文字通りの無数で雑多としたもの。例えるならば、クラシックと打銃の鳴き声を同時に聞きながら、口にキャンディと唐辛子と泥を詰め込まれ、ドキュメンタリーと児童向けアニメとダンスの授業を同時に視聴するというめちゃくちゃなもの。このめちゃくちゃな情報をソーンズは理解し、解読することができるわけです。逆に言えば、その情報が何を示しているのかを知っていなければ、情報は情報になり得ないため、一般人では理解することすらできません。普段は船長らしからぬ行動が目立つソーンズではありますが、深層原質を用いて人を導くことができるリーダーという点で言えば、間違いなく船長にふさわしいと言えるでしょう。インセイソーンズのモチーフとなっている生物は、以前の動画で紹介した通り、ガンガゼモドキでしょう。こちらに関しては、特に紹介する内容が変わるわけでもないので省略します。おめでとう、ドクター。戦場での働き及び
副船長のペットと築いた深い絆を評価して船員一同満場一致でお前をこの船の主任飼育員に任命する。インセイソーンズはブリキと同じく錬金士タイプの特殊オペレーターで、殲滅、敵へのデバフ、味方への回復をこなすことができるユーティリティなオペレーターとなっています。配置数やブロック数などの基本ステータスが特に目立った箇所はなく、これらの数値に関係する素質やスキルも有していないため、職分の枠から出るような部分がありません。潜在強化による強化内容は、コスト-1、再配置時間-4秒、術耐性+12、素質1強化、コスト-1となっており、目玉となる強化内容は潜在4段階目の術耐性+12と、潜在5段階目の素質1強化。錬金士は元々の術耐性が30とかなり高めですが、潜在4の効果によって最大で42まで上昇、約 40% の術ダメージをカットすることになるので、素質の恩恵としてはかなり大きめの部類と言えます。もっとも、錬金士はトップレベルに耐久力が低い職分なので焼け石に水と言えなくもありませんが、素質1強化はインセイソーンズの攻撃力を上昇させ、錬金ユニットの持続時間を1秒延長する効果。錬金ユニットの持続時間の延長は、そのまま実質的なスキル時間の延長なので、こちらも潜在強化の内容としては、比較的強力な部類に入ると言えるでしょう。インセイソーンズの HP や攻撃力といったステータスは、基本的にはブリキの上位互換と言えるステータスなのですが、実耐性を除く全てのステータスがワーストレベルといったもので、攻撃力はかろうじて下の中レベルに位置しているものの、HP と防御力は星6オペレーターの中では最も低く、総合的に見ると星3オペレーターであるハイビスカスとほとんど変わらないというレベル。そのため、特に物理ダメージを受けると、一撃または二撃程度で撃破される可能性が高いため、他の高台オペレーター以上に敵の攻撃を受けない位置に配置することが推奨されます。このレベルのステータスとなると、バフで耐久力をどうにかできるということもないので、バフをかけるくらいであれば別におとりを用意した方がいいでしょう。素質1は、インセイソーンズの攻撃力が上昇。インセイソーンズの攻撃範囲内に味方が配置されているのであれば、錬金ユニットの持続時間が延長されるというスキル。攻撃力上昇自体は平凡な効果ですが、もう一方の錬金ユニットの持続時間の延長はかなり有意義な効果。インセイソーンズのスキルはすべて単発持続型スキルで、錬金ユニットを投げた時点でスキル発動は終了する一方で、錬金ユニットは一定時間持続するため、スキル効果自体は錬金ユニットが消滅するまでは継続します。つまり、素質1の錬金ユニットの持続時間の延長は、実質的なスキル発動時間の延長と同じであり、素質1を発動させるだけで、すべてのスキルは最長で4秒間延長されることになります。なので、錬金ユニットの投擲から次の投擲までのフィールド上に錬金ユニットが存在しない時間を短縮できるどころか、錬金ユニットが一時的に複数個存在するような状況が発生。錬金ユニットの効果は重複するので受けられるバフや与えられるダメージが大きく増加することになります。錬金士は性能上、攻撃範囲に味方が配置されていることが基本ではあるので、素質1は強力でありながらも使いやすい素質であると言えるでしょう。素質2はインセイソーンズを配置中、味方の攻撃速度がプラス5、敵の攻撃速度がマイナス5され、6マス以上連続した直線通路内に存在する敵と味方は、受ける効果が2倍になるという効果。受ける効果内容自体は単なる攻撃速度の増減なのでこの点はいいとして、6マス以上の直線通路とは何なのかという点について説明します。とは言っても、これ自体は特に判定が複雑なものというわけではなく、簡単に説明をすると、通行可能な地上マスが6マス以上つながっていれば、そのマスにいる敵味方は対象になるという単純なもので、例えば、H7 の4などが直線の多いステージの代表格と言えるでしょう。このステージであれば水色のラインが対象となるマスで、すべてが6マス以上連なる移動可能マスとなっています。一方で JT8 の3のようなステージ自体は広くても、直線が少ないステージの場合は対象となる場所は1ラインのみということも。なお、直線の判定はステージ開始時点で行われるため、例えば、ステージ中盤で障害物などを設置して直線が消滅した場合でも、効果は継続されます。また、判定の確認に関しては、インセイソーンズの配置時に発生するエフェクトで確認が可能。先述した通り、基本的に判定はこのエフェクトが表示されたマスで不変なので、判定の可否で迷うことはそうそうないかと思われます。
スキル1は SP が溜まり次第、自動で発動する自動発動型のスキルで、スキル発動時、攻撃範囲内にいる味方に錬金ユニットを投擲。錬金ユニットが命中した味方と、その周囲8マスにいる味方の防御力が上昇。さらに、陰性ソーンズの攻撃力の一定割合のリジェネを獲得するという効果。錬金ユニットの投擲先は、攻撃範囲内で HP の比率が最も低い味方が優先され、時点で配置順が最も遅い味方となります。他の単発系スキルの場合、特定の条件が発生しなければ疑似的なチャージが発生しますが、このスキルは陰性ソーンズが存在している時点で、錬金ユニットの投擲先が存在することになるので、SP が溜まった時点で即座に錬金ユニットを投擲するため、スキル発動をストックしておくということはできません。そのため、一見するとここぞという場面でも、リジェネによる味方のサポートができないようにも見えます。実際はその逆、発動に必要な SP の量に対して、錬金ユニットの継続時間が最大で2倍近いため、常に錬金ユニットをばらまき続ける状態どころか、錬金ユニットの効果が重複するという状況が発生します。スキル1の発動に必要な SP は最小で5、それに対して錬金ユニットの継続時間は最大で12秒。先述した通り、陰性ソーンズのスキルは全て単発持続型、つまり、スキル発動は単発ですが効果はスキル発動後も継続するので、錬金ユニットを投擲した瞬間から SP の回復が開始し、最初に投げた錬金ユニットが持続している間に SP が溜まり、次の錬金ユニットが投擲されます。そして、錬金ユニットの効果はヘドリーの防御力が0から200になっていることからもわかる通り、重複が可能。突出1発動済み、スキルレベルが特化3であれば、1つ目の錬金ユニットの効果が切れる前に2個目の錬金ユニットが投擲されるので、投擲先が常に同じで、SP 回復速度が減少しない限りは、ほぼ常に効果が重複した状態が発生します。なお、重複は SP ブーストをかければ3回以上も可能。統合戦略などであれば 40× や 50× も可能でしょう。なお、肝心の回復力に関しては、陰性ソーンズを最大まで強化しているのであれば毎秒回復量は135程度。そのため、錬金ユニット1つでは回復力が非常に高いとは言えないのですが、回復の種類がリジェネなので、マドロックやヘラグ、召喚物も回復可能という点、さらに錬金ユニットを重ね掛けすれば、2個で270、3個で400程度まで毎秒回復量が増加していくので、銃剣士のような医療の負担が強いオペレーターの回復役として運用してあげると良さで、防御力も上昇するため、耐久性能の強化にも一役買ってくれるでしょう。以上のことから、スキル1の特化レベルは運用を予定しているのであれば、効果の重複時間が長い特化3まで強化することをお勧めします。スキル2はスキル発動時、錬金ユニットを投擲。錬金ユニットは15秒間継続し、継続中はゆっくりと投擲方向に対して進行。進行中、錬金ユニットの効果範囲は徐々に拡大。効果範囲内にいる敵ユニットは、受ける治療と回復効果が 50% 減少。さらに、陰性ソーンズの攻撃力の一定割合の術ダメージを毎秒受けることに。同じく、効果範囲内にいる味方は陰性ソーンズの攻撃力の一定割合のリジェネを受けるという効果。効果内容自体はブリキのスキル2の強化版といったものとなっていますが、全体的に挙動などはやや複雑なものとなっています。ソーンズは錬金ユニットを投擲時、自身の攻撃範囲内に敵がいるのであれば、その方向に対して錬金ユニットを投擲。錬金ユニットはその後、投擲方向に対して15秒間ゆっくりと移動を行います。この際の移動速度は 0.1 なので、そこまで速いものではありません。この投擲の際に敵が存在しないのであれば、ソーンズは自身の正面の攻撃範囲で最も遠い場所に錬金ユニットを投擲。錬金ユニットは同じく投擲方向に対してゆっくりと進んでいきます。投擲された直後の錬金ユニットの効果範囲は半径 1.1 マス。そこから15秒間は毎秒 0.143 マスずつ効果範囲は拡大。最終的にはほぼ 1.5 マス先で半径 3.2 マス程度を効果範囲とする巨大な錬金ユニットを形成します。巨大な攻撃範囲の代名詞といえるウィシャデルのスキル3が半径 2.5 マスなので、このスキルの効果範囲がいかに巨大なのかがよくわかるのではないでしょうか。錬金ユニットの DPS は最大で1200程度、HPS は120程度とそこまで高くはありません。しかし、広大な効果範囲内にいる全ての敵に毎秒ダメージを与えるという範囲殲滅力、味方の HP をリジェネで回復するという点は汎用性としてはかなり高め。メイン火力にはなれませんが、錬金士らしいサポート型のスキルと言えるでしょう。
なお、スキル2もスキル1と同じく錬金ユニットの効果の重複ができるので、SP ブーストの条件が整えば、映像のように複数の錬金ユニットが延々とステージを覆い続けるといった状況を作り出すこともできます。もはやここまで行くと、DPS は3000以上、HPS も300を超えるという巨大な強化力範囲殲滅スキルに変わるので、メイン火力を担当することも不可能ではありません。もっとも、ひたすらスキルを発動しなければならないので操作はかなり忙しくなってしまいますが、最後に戦術したやや複雑な挙動についても紹介しておきます。一つは、ソーンズが敵に対してではなく、何もない場所に錬金ユニットを投擲した場合、この場合、錬金ユニットの進行速度に対して拡大速度が間に合わないという状況が発生、陰性ソーンズ自身を回復することができません。つまり、むやみやたらに投げているといつの間にか陰性ソーンズ自身が撤退に追い込まれていたという状況が発生するかもしれません。もう一つは Z 軸、つまり高さの概念によって陰性ソーンズ自身が回復対象にならないという状況が発生するという点、陰性ソーンズが何らかの理由で地上に配置でき、さらに地上に配置した状況で地上に対して錬金ユニットを投擲した場合、陰性ソーンズは処理の関係上、回復対象にはならないというもの。ただ、こちらに関してはかなり特殊な事例なので、あまり気にしなくても良さげです。以上のことから、スキル2の特化レベルは運用を予定しているのであれば、こちらもスキル1と同じく、スキルサイクルの短縮を目的として、特化3まで強化するといいでしょう。スキル3はセット時、常時攻撃範囲が拡大。スキル発動時、攻撃範囲内にいるブロック数が少ない複数のオペレーターを選択。選択したオペレーター全員に錬金ユニットを投擲。その後に錬金ユニット同士を直線上に接続。接続された領域内にいる敵ユニットは錬金ユニットが継続している限り、攻撃力、防御力、術耐性が減少し、毎秒陰性ソーンズの攻撃力の一定割合の術ダメージを受け、各種デバフと術ダメージは15秒間かけて徐々に強化されていくというスキル。味方同士を錬金ユニットでつなげ、中にいる敵に対して術ダメージと大量のデバフを付与するというのがこのスキルで、手間がかかる代わりに、ダメージカット系以外の全ての敵に対応できるというのが特徴です。錬金ユニットの投擲先として選ばれる味方は、最優先で最もブロック数が少ない味方。選ばれたオペレーター同士を内角が180度を超えない範囲、つまり範囲が直線になったり逆に狭まることがないように結ばれた範囲の内側にいる敵に対してスキル効果を適用するという形です。スキル発動は対象となるオペレーターの数が最大選択数より少なくても可能。例えばオペレーターの対象数が3人しかいないのであれば三角形の形でつながりますし、2人だった場合は、つながれた線の幅 0.65 以内が効果範囲となり、ステージ上に対象がソーンズしかいない場合は線は引かれず、ソーンズの周囲だけが対象という非常に狭い範囲のスキルとなります。このようにオペレーターを複数必要とするので、他のデバフスキルと比べても手間がかかるというのが、このスキルのデメリットではありますが、一方でかかるデバフの効果はかなり強烈。敵の攻撃力はおおよそ3分の2まで減少し、防御力と術耐性に至っては半分まで低下。さらに最大で、陰性ソーンズの攻撃力の最大 390% の術ダメージ、つまり毎秒2600程度の術ダメージを与えるので、波の敵程度であれば、このスキルだけでも十分殲滅が可能です。なお、投擲された錬金ユニットが対象となるオペレーターが撤退しても継続されるので、効果範囲が途中で変わってしまうということはないどころか、陰性ソーンズ自体が撤退しても継続されるため、執行者と組み合わせてスキルを発動した後に即座に撤退させてしまうということも可能です。なお、このスキルも陰性ソーンズの他のスキルと同じく単発持続型。発動に必要な SP は最小で60と多めの部類にはなりますが、錬金ユニットの持続時間は潜在込みだと27秒あるので、実質的なスキル未発動時間は30秒ほどと、一般的なスキルとスキルサイクルはほぼ変わりません。なので、必要 SP は決戦スキル並みですが、実際の運用方法は一般的な殲滅スキルと同じという、比較的気軽に打つことができるスキルとなっています。スキル3はオペレーターを複数用意する必要があるという手間がある分、強力なデバフと殲滅力を提供するスキル。基本的にはオペレーターがばらけていればばらけているほど効果範囲が大きくなるので、特にオペレーターの配置をトリッキーに運用する必要がありますが、錬金ユニットは対象オペレーターが撤退しても維持されることを活用して、執行者などを運用してスキルを発動する一瞬だけ陣形を組んだり、スキル効果の最大化は諦めて、キルゾーンにだけ効果が適用されるような運用にすれば、比
比較的お手軽に強力なデバフと実ダメージをばらまくことが可能です。いわば、スキルによって作られた範囲をキルゾーンとするか、すでにあるキルゾーンにスキル効果を適用するかの違いなので、どちらの運用でスキルを使用するかはお好みで、いずれにせよ、味方の殲滅力強化に大いに役立ってくれるはずです。以上のことからスキル3の特化を行うのであれば、こちらの特化による恩恵が大きいので特化3まで強化するといいでしょう。陰性ソーンズの基地スキルは製造所に関するものが2つ。1つ目は製造所に配置時、金属製造の製造効率をプラス 30% し、2つ目は同じく製造所に配置時、基地内にある貿易所1箇所につき、製造効率を 3% 追加するという効果。貿易所の数が1つであれば 33%、2つであれば 36% となり、多くのプレイヤーの貿易所の数はこの辺りのはず。基本的には単体運用が可能な基地スキルではありますが、フライオファイタが陰性ソーンズとの相性がいいので、彼と合わせるのもいいでしょう。残り1枠も金属工芸系持ち、例えばグラベルやスポット、ヘイズ、ウォーミーあたりが良さげです。旗を上げろ野郎ども。俺たちが来たことを敵に知らしめてやれ。本気で行くよ。波が船べりを打つ音。ターゲットロックオン。春風が雨と化す時節ね。わあ、白露に鉱山で本気で行くよ。よし、妥当なデータ。早速演算してみる。前に進むぞ。ドクター、安心は正常。深層現実異常なし。ドクター、よし、妥当なデータ。早速演算してみよう。今は数値は合ってる。何か違う。まあいい。とにかく起動しよう。今はよし、妥当なデータ。早速演算してみよう。ドクター、綺麗に映っている。データも見てみる。ドクター、綺麗に映っている。データも見てみるか。今は安心は正常。深層現実異常なし。今はよし、妥当なデータ。早速演算してみよう。ドクター、よし、妥当なデータ。早速演算してみよう。今は綺麗に映っている。データも見てみるか。今は安心は正常。深層現実異常なし。あなたを土に植えるわ。綺麗に映っている。データも見てみるか。ドクター、数値は合っているか。何か違う気も。まあいい。とにかく起動しよう。あなたにこれほどの頭脳と才能があるとは思ってなかったわ。なんだか麦芽糖の仕込み作業を手伝わせるのがちょっと申し訳なくなったわね。陰性ソーンズはブリキをさらに発展させたような性能を有し、殲滅、回復、デバフのいずれも器用にこなすことができるオペレーターです。一方、器用にこなせはしますが、味方やマップに対する依存がやや高めとなっており、基本的にはサポートに徹するタイプのオペレーターと言えるでしょう。全体的に見ると、特にデバッファーとしては強力ではありますが、現状の通常攻略においては、デバッファーの出番があまりないというのが惜しいところ。
逆に言えば、高難易度コンテンツでは相応の出番があるわけではありますが、また、統合戦略などの大量の SP ブーストが見込めるコンテンツでは、ひたすら錬金ユニットを投げつけるソーンズが爆誕するので、イベント環境にも左右されやすく、強いところでは強く、影が薄いところでは薄いはっきりとしたオペレーターであるとも言えるでしょう。各スキルの指標と特化優先順を紹介。とは言っても、陰性ソーンズのスキルはどれも特徴あるスキルとなっており、他のオペレーターにありがちなスキルのベースとなるコンセプトは大体同じということはなく、すべてコンセプトが異なり、運用場面も異なっています。そのため、特化は陰性ソーンズをどの場所で使いたいかで特化優先順が変わってしまうというのが本音。今回に関しては最も扱いやすいスキル2を1番目とし、それ以外はスキル1は他オペレーターでも代用が可能。スキル3は扱いが比較的複雑であるということから2番目としました。できるのであれば、すべて特化3にしたいというのが正直なところです。合わせて今後追加される X モジュールの方も紹介。X モジュールのコンセプトは錬金ユニットのステージ存在時間の拡大、特性効果によって陰性ソーンズからすれば実質常時 SP 回復速度が毎秒プラス 0.1 され、素質効果によって錬金ユニットの継続時間が1秒追加されます。なので、X モジュールの装備は可能であればステージ2を装備したいところ、今後実装される Y モジュールはどちらかというと味方全体のバフになると思われるので、陰性ソーンズ自身の強化が目的なのであれば、X モジュールを装備するといいでしょう。以上で、陰性ソーンズの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえると幸いです。ご視聴ありがとうございました。ドクター。どうやってここを見つけたんだ？俺か？ガヤガヤうるさい船員たちから離れて、静かに過ごしたいときは、こっそりここに来てるんだ。風と波の音しかしないというのに、不思議と、ロドスの連中の声が頭に蘇ってくる。